せっかく生成 AI を使ってるのに、なんかいまいちな答えしか返ってこないなーって、そんな経験皆さんありませんか？実はそれ AI のせいだけじゃないかもしれないんですよ。今回はなんで AI がこっちの言いたいことを分かってくれないのか、その原因と解決策をちょっと探っていきましょう。なんか壁に向かって話してるみたいな虚偽さわかりますかね。 AI と話しててそんな風に感じちゃうのって実はあなただけじゃないんです。結構みんな同じことで悩んでるんですよね。でもね、これって必ずしも AI だけが悪いってわけじゃないかもしれないんです。むしろ鍵を握っているのは私たち、そう、こっち側の指示の出し方なんですよね。結局のところ出てくるものの質っていうのは入れるものの質で決まっちゃうっていうことなんです。じゃあ早速ですけど具体的に見ていきましょうか。まずは AI を言ってみれば日々イラッとさせちゃってるかもしれない私たちのちょっとした癖みたいなところから見ていきたいと思います。もし AI が喋れたらきっとこう文句を言ってくると思うんですよね。あれとかそれって言われても謎解きクイズじゃないんですからとか、いい感じでってそれじゃあ白紙の命令書と同じですよって。そうなんですよ。こういう曖昧で抽象的な言葉、これが AI を一番混乱させちゃう原因なんです。例えばですよ、報告書いい感じにまとめといてってお願いするのと、Q3 セールスレポート .doc を地域ごとの成長にフォーカスして箇条書き3つでまとめてってお願いするの。どっちがいい答えをくれそうか、もう明らかですよね。この具体性の差が本当に出てくる結果のすべてを決めちゃうって言ってもいいくらいなんです。というわけで、今日からすぐ使える指示をはっきりさせるためのコツを3つお伝えしますね。まず1つ目、具体的な名前を使うこと。ファイルじゃなくて Q3 セールスレポートみたいにちゃんと固有名詞で言ってあげる。次に2つ目ですね。具体的な例を見せること。いい感じでなんて言う代わりに自分がこれだって思う報告書のサンプルとかをポンと見しちゃうのが一番早いんです。で、最後の3つ目。自分の基準を教えてあげること。良いって言っても人によって違いますよね。短くまとまってるのが良いのか、情報が全部入ってるのが良いのか。その物差しをちゃんと AI にも教えてあげるんです。さて、ここまでは日常のちょっとしたすれ違いみたいな話でしたけど、ここからはもっと大きな問題です。下手するとプロジェクト全体があれって方向に行っちゃうような、そういうコミュニケーションの壁について見ていきたいと思います。しょっちゅう方針が変わったり、前の話が忘れられちゃったり、こういうのって本当混乱と無駄な作業を生むだけですよね。これ AI だって人間だって同じで、言うことがコロコロ変わる指示の前ではもうお手上げ状態になっちゃうんです。ある AI に言わせるとこんな感じらしいです。途中でいきなり話を変えられると、そこまでやった作業が全部パーになるんですよ。これってゲームでセーブしてないのにリセットボタンを押すのと一緒じゃないですか。って、説明なしで指示を変えることがどれだけ大変か。この一言に全部詰まってますよね。じゃあ、どうしたらいいんでしょうか。ここでもうまくやるためのコツが3つあります。まず1つ目。変更するときははっきりと宣言する。今からゴールを変えますって。そして2つ目。ちゃんとなぜを説明してあげる。どうして方向転換が必要になったのか、その理由を伝えるんですね。で、3つ目が、前の指示について触れること。さっきの頼みは一旦忘れて、こっちに集中して、みたいに言ってあげる。たったこれだけでも AI の混乱ってびっくりするくらい減るんですよ。さあ、いよいよ今回のメインディッシュです。これをやっちゃうと AI との関係が壊れちゃうかもしれないっていう絶対に避けるべき3つの題材。これをランキング形式で見ていきましょう。はい、それでは AI との関係を壊しかねない題材。まずは第3位から。これ結構みんなついやっちゃってることかもしれませんよ。それは、一度にたくさんの指示を出しすぎること。あれやってこれやって、あとこれもお願いみたいに一気に頼んじゃうと AI からしたら、どれからやればいいのってなっちゃって、結局どれも中途半端になっちゃうんですよね。処理の精度がガクンと落ちるんです。これ私もついついやっちゃうんですけどね。AI の頭がパンクしちゃうっていうイメージです。さあ、どんどん行きましょう。続いて、さらに罪深い第2位。これをやると、もうプロジェクトがどっち向いてるのかわからなくなっちゃいます。それは、
背景とか前提条件をちゃんと伝えないことです。これって本当に地図を持たずにいきなり旅に出ろって言われているようなもんなんですよ。なんでこの作業が必要なのか、もっと大きな絵で見たときにこれがどういう意味を持つのか、そういうのが全然わからないと AI だってとんちんかんな答えしか出せないですよね。そして、ついに来ました。最もやってはいけない、不名誉ながら第一位に輝いてしまったのは、これこそが AI が持っている可能性を根こそぎ奪ってしまう究極の間違いです。それは目的を伝えないこと。これです。結局何のためにこの作業をやっているのか、最終的にどこにたどり着きたいのか、そのゴールがわからなければ AI だって一番いい答えを出そうにも出せないし、気の利いた判断もできません。ただ言われたことだけをやる、本当にただの作業マシンになっちゃうんです。じゃあ、一体どうすればいいんでしょうか。ここからは AI をただボタンを押したら何か出てくる自動販売機みたいな存在から一緒に考えてくれる本当の協力者、つまりパートナーに変えていくための考え方についてお話ししていきます。ある AI がこんな風に言ってるんです。あなたが教えてくれるゴールこそが全ての始まりなんだって。いやー、まさにこれまでの話をぎゅっと凝縮したような力強い言葉ですよね。AI と最高のパートナーシップを築くための究極のコツ。それはこの3つにまとめることができます。まず1つ目。とにかくなぜから始める。最初に最終的なゴールを共有するんです。次に2つ目。地図を渡すように背景情報をしっかり提供する。どんな制約があるのかもちゃんと教えます。そして最後の3つ目。仕事は1個ずつお願いする。簡単なことから始めて、だんだん複雑なことを積み上げていくイメージですね。これをやるだけで、あなたと AI の関係ってきっと左側みたいなごちゃごちゃした状態から右側みたいなすっきりと協力し合える関係に変わっていくはずですよ。忘れないでほしいのは AI ってただの道具じゃないってことなんです。そう、それはもう対話する相手なんですよね。この対話はまだ始まったばかりです。さあ、皆さんはこの新しいパートナーとこれから一体どんな未来を作っていきますか？